FX のデイトレードで1分足を使ってピンポイントでエントリーする方法。FX のデイトレードをするときにエントリーの精度を上げたくありませんか？今回は1分足を使ってデイトレードでのエントリー精度を上げる方法についてお伝えしていきます。まずは環境認識から。デイトレードに1分足を使うと言っても、最初から1分足を見るのではなく、まずは1時間足や4時間足を見て、全体の流れを確認するところから始めます。全体の流れをちゃんと確認しないと、いくらピンポイントでエントリーしたところで流れに飲み込まれて勝てませんから。例えば、1時間足で全体の流れを確認するために、チャートを開いた時に、このような状態だったとします。全体の流れは上昇トレンドですよね。つまり、売りたい人よりも買いたい人の方が多いので、まず考えることは、どこで買いエントリーをするかということになります。そのため、おしめ買いが入りそうなところに水平線を引きます。私であれば、次のような感じで水平線を引いておきます。このチャートでは、おしめ買い候補は3つほどあるので、どちらかといえば、ゾーンで反転する場所を見る感じですね。このように、全体の流れを見て、水平線を引いたら、あとは水平線に来るまで放置です。水平線に来たら1分足を見る。レートが水平線まで落ちてきたら、その時に初めてエントリーを考えるので、そこで1分足を表示させていきます。今回の場面だと、次のように第1候補に到達しました。私のデイトレードの場合、こうなったら1分足を表示させます。この時の1分足を見てみると、次のようになっていました。この画像の赤ラインが買いの第1候補の場所です。この画像を見ると、赤ラインまで急落してきてますよね。私の場合、急落して買いポイントまで来たら、1回目のラインで反発しても入りません。なぜなら、急落してくるということは、下げの勢いが強い証拠だからです。ということは、売っている人からすると、下げの勢いが強いからこのまま下落するかもと判断してくるので、売りの決済が出づらいです。また、おしめ買いをしたい人も、おしめ買いをしたいけど、下げの勢いが強いから様子見しようと判断をしてくるので、新規の買いが入りにくいです。だから、一旦反発したとしても、もう一回下げてきて、安値更新をする可能性が高いです。この画像でも赤ラインで少し反発していますが、この場合は、下げの勢いが強いので、一旦様子見をします。実際に一旦反発していますが、戻り売りが入って直近の安値を更新していますよね。こうなると、私のデイトレードの場合、明確な反転の形が出るまでエントリーはしません。この場合だと、直近安値を更新した後に赤ラインの少し下で揉み合ってますよね。しかも、この時は、揉み合いのすぐ下に第2候補があるので、こういう中途半端な位置で揉み合うと、第2候補までストンと落ちてくることが多いです。だから、こういう場合は、エントリーせずに第2候補まで待ちます。そして、しばらく揉み合いが続いた後、ストーンと下げて第2候補まで来ました。これは、第1候補を下抜けることで、サポートがレジスタンスに変わり、短期的に戻り売りが入った証拠です。ただ、全体の流れは上昇トレンドなので、買い目線は継続です。このまま1分足を監視し続けて、エントリーする形が出るかを見続けます。第2候補まで来た動きを見ると、また勢いよく下がってきているので、1回目の反発は見送って、2回目の反発が同じポイントで起きるかを確認していきます。すると、第2候補で1回目の反発の後に、直近の安値を更新せずに、安値を切り上げたダブルボトムができていますよね。私のデイトレードでは、1分足でこの形が出て初めてエントリーをしていきます。このエントリー場面で特に重要なのは、安値を切り上げたということです。第2候補のライン付近では、売りポジションを持っている人たちは、第2候補の赤ラインを下抜けて、さらに利益が伸びることを期待しています。しかし、この場合、赤ラインで一旦反発して、もう一度戻り売りが入っているのですが、直近の安値を更新できずに反発していますよね。この動きが起きると、売っている人たちは、安値更新しないか、じゃあ、おしめ買い候補だし、利食いだな、という心理になって、決済をし始めます。そうなると、
買いを狙っている人たちも、安値更新しないってことは反発する可能性が高いなと判断して、新規買いを入れてきます。この2つの心理が働くことで、赤ラインで反転して上昇していくのです。だから、黄色丸でエントリーができるのです。このようにして、私はデイトレードをする場合、一分足に切り替えて、エントリータイミングを測っていきます。売りの場面も紹介します。ここまでは買いの場面での一分足エントリーを紹介しました。ついでなので、売りの一分足を使ってデイトレードをしていく場面も紹介していきます。例えば、私は先日、このチャート画像の黄色丸で売って、水色丸で利食いをしました。まず、1時間足で全体の流れを見ると、次のようになっていました。全体の流れを見ると、高値と安値を切り下げているので、下落トレンドになっています。よって、買いよりも売りが優勢なので、その流れに乗って、私も売りを狙っていきました。次に、なぜ黄色丸で売っていったのかというと、まずは、下落の勢いが強かったからです。さらにこれに加えて、目立ったサポートとなりそうな場所も下抜けてきました。このことによって、一旦戻りが入ってきたら、この辺りが今度はレジスタンスになって短期的に下がっていくと思ったので、戻り売りを狙ったのです。そして、実際に狙っていた場所までレートが戻ってきた時は、次のような状態でした。この状態だと、1分足で高値と安値を切り上げているので、短期で見れば上昇トレンドです。よって、ここから下がったとしても、押し目買いが入って、レジスタンスを上に抜けてくる可能性があるので、すぐには売りません。では、この後の動きを見てみましょう。やはり、押し目買いが入って再度上昇してきてますよね。ということで、ここからさらに上へ抜けるのか確認するために待ちます。では、ロソク足をもう少し進めてみましょう。レジスタンスラインを抜け切らずに反転してきましたね。ここでも入ってよかったのですが、細かく見ると、ほんの少し高値を更新しているのが嫌な感じなんですよね。ここから下げたとしても、もう一回上がってくるんじゃないかっていう感じがしたので、エントリーはしませんでした。だから、もしここから下がっていってしまったらその時は売りを諦めるつもりでした。では、もう少しローソク足を進めてみましょう。やっぱり下がっても押し目買いが入ってきたのですが、今度は直近の高値とほぼ同じ位置で上げ止まっていますよね。しかも上引きになっているので、直近高値で抑えられた合図を出しています。だから、次のローソク足が陰線になったら売りエントリーをしようと考えていたのですが、その次のローソク足を見ると、次のようになりました。今度は強めの陽線が出てしまいました。このせいで、また上昇する可能性が出てきたので、売りエントリーができなくなりました。こうなると、またしばらく待ちになるので、一旦様子見をしていたら、次のような動きになりました。ちょっと何とも言えない動きですよね。微妙に高値付近で抑えられているけど、安値も切り上げているので、ここから上がる可能性がまだあります。だから、さらに様子見をしていると、次のようになりました。今度はちょっと良さげな形になりましたね。1分足で見ると、ダブルトップも作ったのでいい形です。ここからのエントリーも考えたのですが、やっぱり微妙に高値が切り上がってるのはどうしても嫌だったんですよね。ここから上がりそうな感じがして、この状態だと売りで入るにしても、もう一回上がって直近の高値を超えられなかったら狙っていくイメージでした。そうすれば、短期的に買っている人たちも、もう上がらないって判断して諦めてくると思ったからです。そして、その後の動きを見ていると、次のようになりました。また上がってきました。もうこれだったらさっさと上がってくれよ。そしたら諦められるから、なんてちょっとイラッとしてました。ちょっとイライラしながらも、もうここからは上がって、トレードチャンスはないかななんて思って見ていたら、次のような状態になりました。急にいい形になりました。しかも今回の場合、直近高値を超えることなく下がり出しました。これまでレジスタンスの近くで下がらずに粘っていたのに、直近の高値を超えられないということは、買いが諦めてくる可能性が高い証拠です。ということは、
ここからは上がる可能性よりも下がる可能性の方が高いので、次のローソク足が下がり出して、直近の安値を割ったらエントリーをしようと決めました。そして次のローソク足を見ていると、次のようになりました。やっとシナリオ通りになったので振りでエントリーです。ちなみに、この時の損切りと利食いですが、損切りは直近の高値を超えた位置の15ピップスで、利食いは目立った安値の手前のプラス35ピップスです。これであれば、リスク1に対してリワードが2以上あるので、優位性の高いトレードができます。そしてエントリー後は運よく含み損を抱えることなくそのまま下がっていって、無事に利食いとなりました。これが、デイトレードに1分足を組み込んだ実際の私の売りトレードになります。こんな感じで1分足で細かい部分まで見ていけばピンポイントでエントリーも可能です。デイトレードは1分足だけでは勝てない。デイトレードをする際に1分足を使うとピンポイントでエントリーが可能なのですが、このことを伝えると1分足だけでも勝てるのではなんて思う人が出てきます。しかし、残念ながら1分足だけでデイトレードは勝てません。これはあくまでもエントリーに1分足を使うと精度が上がるというだけで、1分足だけでデイトレードをするわけではありません。デイトレードをする場合は、時間軸の大きい上足で全体の流れを確認して、判定しそうな場所を見つけます。そして、エントリーの精度を高めるために、短い時間軸に落とし込んでトレードをしていくものです。よって、1分足だけで勝てる、なんて勘違いしないようにしましょう。まとめ。今回は、デイトレードで1分足を使って、ピンポイントでエントリーする方法をお伝えしてきました。デイトレードのエントリーに1分足を使うと、より精度の高いエントリーが可能になります。ただし、うまく使うには、大衆心理を読む必要もあるので、ピンポイントでエントリーがしたい場合は、大衆心理を読む訓練が必要になります。もし、大衆心理の読み方について知りたい場合は、まずはこの動画から見てみてください。動画は概要欄にリンクを貼っておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。役に立ったと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。